わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。なお、本動画は、ポリメガのファームウェアがバージョン 1.1、23 時点での機能紹介となるので、そのつもりで視聴いただきたい。まずはポリメガについて簡単に説明するのじゃ。ポリメガは2021年9月12日に北米のプレイマジ社より発売された、いわゆるレトロゲーム向けの互換機じゃ。レトロゲーム向けの互換機といいと、レトロフリークなどがあるが、同様にソフトウェアエミュレーションによる互換機じゃな。レトロフリークと違うのは、プレイステーションやセガサターンなどの、いわゆる第5世代ゲームマシンである CD 媒体のゲーム機に対応していることじゃ。CD 媒体に対応したエミュレーターはパソコン向けにはすでに存在しているのじゃが、なかなか初心者にはハードルが高い。ポリメガはレトロフリーク同様にゲームをインストールして通常のゲーム機のように手軽に遊ぶことができる優れた UI が特徴じゃ。また、別売りのモジュールに換装することでカートリッジ形式のゲーム機についてもインストールおよびプレイに対応可能じゃ。各モジュールには実機のコントローラーに対応したポートも用意されている。リリース時に用意されたファミコンやメガドライブ用などのモジュールに加えて、2022年12月には任天堂64対応のモジュールの販売予約を開始するなど、今後の拡張性も考慮されているのじゃ。難点としては、プレオーダー時から生産環境にいろいろと問題があり、注文してもなかなかユーザーの手に届かないことじゃな。ただ、2023年には本体を必要としないアップ版を今後展開していくという発表もあり、レトロゲームを手軽に遊べる環境としては期待が高いのじゃよ。ポリメガが画期的なのは、初の合法的な CD 系ゲーム機の互換機であるということじゃ。CD 媒体のゲーム機は、ただ機能面でのエミュレーション以外に、動作には BIOS という基本ソフトウェアプログラムが必要となる。この BIOS には、ソフトウェアとしての著作権があるため、セガやソニーなどのメーカーの許諾がないと勝手に搭載、ハンクすることはできない。ユーザーが各自でオリジナルの実機を所持した上で吸い出して設定をしなければならないのじゃ。これが他に CD 媒体のゲーム機の互換機がなかなか出ないことの理由でもある。ポリメガはこの BIOS を独自で開発することで著作権の問題をクリアし、ユーザーも BIOS を用意する必要がなくなったのじゃ。さらに各エミュレーター開発者の許諾も得た上で、独自のチューニングを加えて対応範囲を広げている。また、インストールしたゲームデータを外部に持ち出せないようにしたり、外部のロムデータを使えないようにするなど、そのゲームソフトを所持していることが前提の制限をかけることで、ゲームのコピー問題などにも配慮しているのじゃ。無許可で BIOS を使用したり、ゲームソフトまで収録して売っている中華系ゲーム機とは明確に違うのじゃよ。まあ、本当に合法かと言われると、わしは専門家ではないので保証はできないのじゃが、少なくとも合法的であろうとする配慮はしていると思うのじゃ。今回はポリメガの基本的な機能であるゲームソフトのインストールについて紹介していくのじゃよ。まず前提として CD 媒体、カートリッジともにインストールしたらそのソフトはなくても基本的にはプレイ可能じゃ。ただし利用規約上
オリジナルのゲームソフトは所持していることが必須条件じゃ。インストールした後にそのゲームを掘ったり、他人から借りたゲームソフトをインストールするのは NG じゃ。また、いくつかのゲームは不具合があり、プレイするのに元の CD が必要な場合もあるので、きちんと保管しておくことじゃな。では、実際の画面を見ながら説明していくのじゃ。ゲームソフトを本体に読み込ませると、ポリメガのデータベースと合致した場合、タイトルやサムネイルが表示される。複数枚ディスクのゲームの場合は、2分の1とか3分の2など何枚組中の丸枚目というのがわかるようになっている。B ボタンを押すことで、このままメディアから直接起動してプレイすることも可能じゃ。インストールしたい場合は、X ボタンを押して管理メニューに移動する。コレクションに追加するというのは、所持リストとしては追加するが、インストールはしないということじゃな。インストールする容量を節約したいときに使う感じじゃろか。あまりそういう人はいない気もするが、インストールして遊べるようにしたいのであれば、コレクションに追加してインストールを選択じゃ。インストール時の容量を確認する画面が表示される。はい、を選ぶと、インストール先を選択する画面となる。内部ストレージは標準で搭載されているメモリーで、それ以外は外付けじゃ。本体には SSD とマイクロ SD カードのスロットが存在するほか、USB 端子もあるので外付けのハードディスクなども使える。インストール先を選ぶと、インストールが開始される。バックグラウンドでインストール中を選ぶと、ドット画面に戻ることもできる。インストール中に他のゲームを遊ぶこともできるが、負荷がかかり、インストールに影響が出るという話もあるのでおすすめはしない。また、基本的に CD を入れた時点で読み込みを始めているらしく、インストールはすぐ終わることもある。かかる時間は容量にもよるが、CD1 枚あたり10分くらいじゃな。インストール状況はこのようにトップ画面でもパーセンテージで表示され、進捗状況がわかるようになっている。インストールが完了すると、完了したことが右上に表示される。トップ画面の最近追加したゲームリストにも表示される。これでインストールは完了じゃ。あとは再度管理メニューよりディスクを取り出すだけじゃ。ついでにおまけじゃが、ゲームソフトによってはコレクションに追加する際にリージョンを選択できる場合がある。これはそのゲーム内に複数のリージョンのデータが存在する、もしくは対応しているということじゃ。この場合は日本版、北米版と別々のタイトルとして登録し、それぞれプレイが可能じゃ。日本版として起動すれば日本語表示、北米版として起動すれば英語表示みたいな感じじゃな。ただ、どちらで起動しても同じ内容のゲームもあったりで、よくわからないのじゃ。残念なことに、ゲームを読み込ませた際に正しくタイトルなどが表示されず、ゲームメディアとして表示されることがある。この場合、直接起動でプレイ自体は可能なこともあるが、
正常なインストールはできない。これにはいくつか原因が考えられるのじゃ。接触が悪い、もしくは CD の盤面不良などで正しくデータが読み取れていない。これはまあ掃除とか手入れするしかないので頑張れ。B、ポリメガのデータベースに登録がないバージョン。これはゲームタイトルとしてはポリメガのデータベースに登録がされているが、対応するバージョンが登録されていないパターンじゃ。プレステなど CD メディアになってからは再販時に細かい変更を加えている場合もあり、同じゲームタイトルでも複数のバージョンが存在する。ポリメガもそのバージョン違いにある程度は対応しているが、公式側で把握できておらず、データベースに存在しないバージョンがあり、その場合はこのような表示となる。プレステやサターンのベスト版は、ベスト版としてはデータベースにはない。基本的に通常版と同じ扱いか、通常版のバージョン違いとして認識されると思った方が良い。C、そもそもポリメガのデータベースに登録がないゲームタイトル。C の場合は、そもそもポリメガのデータベースにそのゲームタイトルが登録されていないパターンじゃ。これには様々な理由があり、1、単純にポリメガ公式が把握していない発売タイトル。これは日本のプレステに多いのじゃが、タイトルが紛らわしかったり、外国人には分かりにくかったりで、実際は存在するのにデータベースに登録されていない、もしくは間違って登録されているタイトルが結構あるのじゃ。例えば、プレステのスーパーヒーロー作戦、ダイダルの野望はデータベースにない。スーパーヒーロー作戦があるので、おそらく別のタイトルとしてポリメガ公式が認識できなかったと思われるのじゃ。こういったタイトルは結構多いので気をつけるのじゃ。2、公式に発売されたタイトルではない。雑誌の付録やハッカーなど無許可メーカーによるタイトル、あとは最近のメガドライブ版マッドストーカーとか非公式の互換タイトルなどは基本的にポリメガの方針としてデータベースに登録されていないのじゃ。どうやらあくまでオフィシャルに発売されたタイトルが対象ということらしい。3、プレステやサターンによくあった付属の体験版や音楽 CD。これも発売されたゲームそのものではないということで、ポリメガの方針としてデータベースに登録されていない。トバルナンバー1とセット販売された FF7 の体験版とかじゃな。4、プレステやサターンによくあった付属のおまけディスク。これもポリメガの方針としてデータベースに登録されていない。ただ、ゲームの進行に影響するものや必要なものも多いので、できればデータベースの修正をお願いしたいものも多々あるのじゃよ。この問題は、ポリメガのリリース当初からあったのじゃが、2021年12月のバージョン 1.1.18 にてようやく一定の対応がされた。あくまで暫定的ではあるが、解決方法としては2つある。1、手動でデータベースに紐付ける。これはバージョン違いでデータベースに登録がない場合などに有効な方法じゃ。すでにデータベースに存在するバージョンに手動で紐付けを行い、コレクション登録及びインストールを行う。手順としてはこの通りじゃ。1、管理メニューよりデータベースを使って解決するを選択し、紐付けするタイトルを検索及び選択する。
2、その後は通常と同じくインストールを行う。これでそのゲームタイトルとしてコレクションにも表示される。自分の持っているバージョンが正式に登録されたわけではないので根本的な解決ではないが、インストールしてプレイするという意味では一旦解決じゃ。あとは手動での紐付けである以上、例えば桜大戦をバッチャファイターとして登録するなど、全く関係ないタイトルに紐付けてしまうこともできるので注意じゃな。2、拡張タイトルとして登録、インストールする。これはデータベースに存在しないタイトル、体験版などの場合に有効な方法じゃ。ポリメガのデータベース外のタイトル、拡張タイトルとしてユーザーが個別に登録、インストールすることができるようになったのじゃ。タイトル名を入力し、サムネイルの画像もキャプチャから独自で設定することもできる。手順としては以下の通りじゃ。1、管理メニューより手動で解決するを選択する。2、編集名を選択し、ゲームタイトル名を入力。3、地域を選択する。4、決定後、インストールを開始。なお、登録後は各ゲーム機ごとのコレクションとは別に拡張セットとしても分類される。ゲーム開始後に画面キャプチャ機能を使うことで任意の画面をサムネイルとして設定することも可能じゃ。ただし問題としては、タイトルに漢字が使えない、紹介文などがなく、明らかにデータベース登録があるタイトルとは別の扱い。複数枚ディスクの場合の入れ替えや、原作などからのメモリー引き継ぎなどに対応していない。などの問題があり、あくまで回避策といいところじゃ。それでも、インストールして遊べるというだけでも、だいぶ進歩したと言える状況じゃ。今回のまとめじゃ。ポリメガへの登録、インストールは基本的にはポリメガのデータベースに存在することがポイント。存在しなくても、インストールやプレイはできるが、制約を受ける。カートリッジもだが、CD は特に盤面の傷等で正確に読み取れなくてもインストールはできてしまう。プレイしてみたら音飛びなどの不具合があったが、盤面をきれいにして再インストールしたら正常になったということもある。カートリッジも端子の汚れ等で認識しない確率は正直レトロフリークより高いと感じるのじゃ。保管と手入れは丁寧にな。カートリッジ形式のゲームソフトはインストール時はモジュールが必須だが、プレイ時はモジュールは不要。ただしオリジナルのコントローラーを使いたい場合はモジュールを接続する必要あり。あとは以下のようなことにも注意するのじゃ。EM01 パワーモジュールは日本のファミコンに差し込み口が対応していない。NES からファミコンの変換アダプタを別途購入する必要がある。
また接続する向きが逆なので忘れないようにな。というわけで今回はここまでじゃ。次回はインストール後のコレクション機能やプレイリストについて紹介する予定じゃ。ポリメガの実際の機能や使い方について聞いてみたいことや知りたいことがあればコメント欄に記載してくれ。今後の動画の参考にさせていただくのじゃよ。まあ、あくまで参考じゃがな。では、次回もよろしくな。